こんにちは、すけさん1984です。私、42東京というエンジニア養成学校でですね、プログラミングの勉強をしているんですけれども、その中の課題でですね、C 言語でプリント F を作成するというものがあったので、それの復習も兼ねてですね、今日はその簡易版のプリント F を、1時間30分ぐらいで作っていきたいなと思っています。で、今回作るプリント F の仕様なんですけれども、変換指定詞としては、%D、%X、%S の3つで、フラグとかはなくって、アスタリスクでの with プレシジョンは指定せず、といった、簡易バージョンですねを作っていきたいなと思ってます。で、入力値に関してもですね、イレギュラーな値、本家でワーニングが出るような書き方は、来ないという想定で、かなり簡単なバージョンなんですけれども、そちらをですね、スクラッチで書いていきたいと思います。早速ですね、やっていきたいと思います。では、タイマーをスタートさせます。でですね、かなり急ぎ気味なので、あまりコメントとかは入れないかもしれないので、とっとこやっていきたいと思います。で、こういったところのディレクトリにいます。で、間違えました。ftprintf.c というファイルで作りたいなと思います。一応、42のヘッダーをですね、入れておきます。で、まず、イントを作るんですけど、はい。何もしない関数ですね。で、まずちょっとテストの方をですね、書いていきたいなと思います。まず define で渡されたときに、単にホゲを出力する。これはプリント F の方ですね。テストなんで、ちょっと関係ないところはテスト付きでコンパイルしておいておきます。で、なんか出てますね。プリント F の、-d テストですね。で、これでホゲと出ます。これはいいですね。はい。で、これなんですけど、どうテストしていこうかなと思うんですけど、単純に、自分の定義がされたやつですね。ftprintf で定義されてたら、tprintf という、自分の定義するプリント F ですね。を出力して、そうでなければ、プリント F を出すというようにしておきます。あれ ?TIO か。早速詰まってるけれども、早速ですね、いきなり F で ftprintf があれば、ちょっと待って、これ全部つけないといけないですね。これでテストがどうと、define のLAR を受け取って何がおかしい？プリント F が指定されてたらこうなってこうなって、こうなってでいいんだよね。あれ？そうですね。こうしましょう。むしろちょっと見にくいんで、こうします。こうします。で、fdef の define のこうですね。
def のエンドが unterminated で、エンド if あると思うんだけど、いきなり手こずってんなーっていう、これか。で、これで普通の printf が出力されますね。で、先に、じゃあ、printf の入力値はこんな感じですねと。で、テストの外側で、4分経っちゃった。で、ftprintf っていう形で定義していきたいと思います。で、まずは簡単な文字列を出すやつをそのまま、フォーマットをそのまま出すやつを書いていきます。ftputstr みたいな形で、フォーマットをそのままプリントするという感じにしたいなと思います。で、putstr でストリングを受け取って、それをそのまま出すんですけど、もし str がなければ何もせずに0を返す。で、str が続く限り、put で、レスポンスですね。レスポンスに、チャーで、1文字ずつ出力するやつも書いておきます。put チャーですね。ライトカンサーで、標準出力に1文字だけ書き込む。で、ユニスティですね。で、で、これで1文字ずつ書いてインクリメントして、レスを返すと。ですね。これで、ホゲが、-d の、ftprintf で出力してもホゲが出ますと。で、これでちょっと分かりにくいんで、それぞれの場合でですね、作るやつを書いておきます。makeprintf で gcc-w つけなくていいか。ftprintf の .c の-d テストの -d の -d じゃないですね。-o の printf とが printf で printf の make が gcc の-d テストの -d の ftprintf と-o の ftprintf で、これでそれぞれの実行ファイルを作れるようになって、printf ですね。で、それぞれ実行できますねと。で、これの出力結果を比較する形でやっていきたいなと思います。で、まず、make の tprintf、make の、なんかちょっとあれですけど、まあいいでしょう。で、実行ファイルそれぞれを実行して、出力をそれぞれ ftprintf.text と fprintf の結果は printf.text に入って diff でdiff のオプションがサプレスラインズを追加しておきます。で、ftprintf と printf のテキストを比較して、最後にクリーンしちゃうようにしておきましょう。
しておきます。で、ついでに ftprintf.text と printf.text も消しておきますと。で、chmod の075テストの UpToDate と、これできてんのかな、これあれやな、ちょっとちゃんと消えてるのかな。diff 取れてるかな、view diff のテキストの ftprintf のテキスト、出ないですね。大丈夫でしょう。で、これでテストが書けたので、テストの、テスト .sh と、で、メテスト。いいのか。いいのかな。OK ですね。まあ、ちょっと不格好ですけど、これでいきましょう。で、フォーマットをそのまま書くやつができたので、次は、変換を、%s ですね。10分ぐらい経ってますけど、を書いていきたいなと思います。%s ですね。で、まず、フォーマットをイテレートしていくための変数を一応用意しておいて、で、while ループで、もしイテレートが何もなければリターンしちゃいますかね。で、ループを回して、イテレーションを回していって、で、レスポンスですね。レスポンスを格納する変数を用意しといて、で、もし、イテレートの中に、パーセントがあったら、指定詞を読みに行くんですけど、もしその、で、指定詞を読んで、もしそう、何もなければ、ftputchar のイテレーションをそのまま書いていきますと。で、リターンレスですね。で、これは挙動は変わらないはずですねと。大丈夫ですね。間違えた。で、じゃあ、実際にパーセント以降の処理ですね、を書いていくんですけど、ストラクトの、まず、なんか、with とかを保存するコード体を作っておきます。キャラクターと、reduce と、reduce と、プレシジョンと、なんかなってるけど、ちょっとなんか変ななったけど、まあいいか。で、それぞれですね、プレシジョン持ってるとかを全部こう構造体としてして、で、ロックスとかをやりたくないので、構造体を参照で渡していく、ポインターとして渡していくことにします。まず、で、リードアーグスで、アーグスを渡して、で、フォーマットですね。フォーマットを渡します。で、もし、なんか、ありえないですけど、イテレートがなかったりとか、パーセントじゃなかったら、その時はそのままイテレートを返します。で、次ですね。で、次に、順番に読んでいきます。with ドットプレシジョンの順で読んでいきます。で、ここで、まず with が来た場合ですね、のために、まず数字を判定する
クラスファンクションを書きます。C が ASCII の0以上で、かつ C が9以下ならばディジット。ついでに後々使うスペースですねも書いておきます。ボタンのでスペースなんですけど、スペースは、この6つですね。ASCII で言うとここですね。9から13と32ですね。なんで C が9以上で、かつ13以下。ここは C が32。この時は FT スペースですと。で、もしデートがディジットだったら with を読みに行きます。で、この時は、args ので、あれですね。構造体の初期化をする必要があります。イニシャライズ args とかってやっといて、本当はキャロックとか使えばいいんですけど、あんまりやりたくないので、全部ちょっと泥臭くやっておきます。ASAS の as プレッションも0で、ASAS の with auto equals 0のプレッションも0と。で、これでちょっと毎回、クリアしておきます。で、args テストでクリアしておいて、で、ここで with がありますよということで1を立てて、で、実際の with が、A2i ですね。E2i で数字を読んでいきます。で、数字を読んでいく A2i を書きます。ストリングを受け取ってイントを返すんですけど、レスポンス一旦、ロングにしておいて、最後にキャストするような形にしておきます。で、MAX が、0x7、123、1234、1234、1234と。これでいいかな。これでイントの MAX 値になっているかなと。なってますね。OK ですね。で、まずは、スペースですね。あれ、これよく考えたら、ここでスペース来るパターンあることを忘れてましたね。まあ、それはイレギュラーであるということで無視して、まずスペースを、無視しますと、ここで is スペース使います。で、スペースである限りをインクリメントします。スペースであり続ければインクリメントしておきます。で、これが何か起こっています。ストリング、スペースであり続ければストリングを返します。で、次にサインですね。符号部ですね。符号を初期化しておいて、もしステラーイコールマイナスだ、あるいはプラスの時ですね。この時は、サインイコールちょっとダサいけどマイナスだったらマイナス1で、そうじゃなければ1を入れておきます。で、str をプラスしておきます。で、で、いよいよ数字を読んでいきます。で、数字があり続ける限りは、でレスを0で書いておいて、リターンのレスとしておきます。で、そうですね、基本的なロジックとしては 10× レスプラスの、str マイナスの0ですね。ASCII の
ASCII の0を引けばいいのでこうなんですけど、この値がですね、MAX を超えるパターンですね、ロングを超えるパターンの時だけ記入しなくちゃいけなくて、かつ、左掛け算をすると途中でイントのマックスを超えちゃうパターンがあるんで、移行してこうしておきます。でこの時は違うですね、これがこうですね、マックスを超えない時はこれでよくて、マックスを超えた場合はどうなるかというと、サインがもしマイナス1であれば、マックスプラス1ですね。ミンとミンですね。で、そうじゃなければマックスにしておきます。これでいいんじゃないかと思いますと。で、これがなぜか、A to I がおかしいよって言われているのは、str が何か悪さをしていると言われているんだけど、何？ストリングを渡して、渡しての方が悪いよってことですね。こうですね。これがこうですね。で、これで一旦ちょっと A to I のテストをテストしておきます。BC の2の31乗。これが、この辺の値をテストしておきたいので、イントのミニマムの値と、適当にスペースとかも入れておきますかね。で、こういうのをテストするときに、不便なんで、オールのときは、プリント F をビルドするようにしておきます。106行目にエラーがあると。ここがリターンしてないってことね。ですね。で、そっか。プリント F を実行しないといけないですね。そして何かが、ループが止まってますね。インクリメントしてないですね。そういえば。ここですね。ここで str プロスして1個ずつ動かしていきますと、あれこれダメですね。メイクがおかしい。プリント F がそうか。プリント F じゃダメですね。プリント F が、ftprintf.c にちゃんと、これでいいのかな。あれなんでや。ちゃんと、そっか。いや、違うな。あれ違うわ。プリント F じゃなくて ft プリント F ですね。でもやっぱおかしいな。なんでやろ。そっか。何もしてないですね。D で適当に。テスト関数の中では、プリント F は読んでいいんですけど、作るとき量では使わないようにしてます。何かがおかしい。そういうことですね。あれロングが返ってきてるってことですけど、なんだろう。23分。ちょっとまずいですね。急がなければいけません。これで、A to I はイントを返してますよねと。
で、それが、結果が、イントが返ってきてるからいいんじゃないのって思っちゃうけど、これがなんかおかしい。プリトン F にやってますね。大丈夫ですね。OK ですね。OK。A2I ができてますと。なんで、これで A2I ができましたと。Wiz が入りました。で、次にやらなければいけないのは、ここでですね、ちょっとずつ動かしていってるんですけど、読んだ文字数だけさらに動かしていかないといけないので、桁数をですね、取得します。で、桁数ですけども、ちょっとミニマムのバリューの時だけちょっとめんどくさいんで、ミニマムのところだけちょっと別でやります。この時は11をも返しちゃいます。で、これでオーバーフローを気にしなくてよくなるんで、で D がマイナスの時はディジットにします。ディジッツがマイナスの分だけ1個多いですねと。で D をマイナス1倍しちゃいます。で while で、D を10で割った値があれば事実をプラスして、D に D を10で割った値にしますと。で、これで順番にいって、最後の1桁目の分だけプラスして、これでディジッツが完成と。で、これもちょっとテストをしておきます。D の T ゲット事実で、例えばマイナス123とか、123とかですね。で、一番ちっちゃい値も例外ケースなんで、ゲットディジッツのこれでテストしておきます。またバグってますね。プリトンになってますね。また。プリントですね。で、0。ここからですね、4、3、11となってますね。大丈夫ですね。OK。で、これで、桁数がゲットできたので、これでですね、ここの、部分ですね。イテレーション、文字数をですね、その桁数分だけインクリメントしますと。事実ですね。で、これでよしと。で、with が来たら次は、もし、文字がですね、ドットが来たらどうするかというと、ドットが来たということは、プレシジョンが定義されたということになるので、こうしますと。で、イテレーターを1個インクリメントします。で、次に、プレシジョンですね。ここも一緒ですね。isDigit で、プレシジョンの文字があれば、args のはず、プレシジョンが1になって、プレシジョンが、FTA2i のこうですね。で、イテレーターを ftget 事実で動かしますと。プレシジョンの分だけ動かしますと。で、これでよしと。で、最後にですね、変換指定詞ですね。D か X か S が来ると。で、これでちょっと、あんまりあれですけど、コンボをこう定義しておきます。あんま意味ないですね。DXS。ここで定義しても一緒なんですけど、いいでしょう。で、チャーの strchr で、キャラクターが文字の中にあるかどうかをチェックするやつですね。
もしストリングが定義されてなければ null を返す。while のストリングが続く限りループさせて、もしストリングと C が一致した場合はストリングの1を返すと。で、何も見つからなければ、null を返すと。キャラクターが文字列の中にあるかどうかをチェックすると。で、ここでですね、コンボ ft strchr のコンボの中に、含まれていた、つまり D か X か S であれば、それを C に入れますと。で、インクリメントして、イテレータを返すと。で、これで、パーセント以下の部分が全部読み込めたことになりますと。で、ここで read args で、args と、なんだっけ、そうですね、文字列ですね。これを渡すと。これで args の中がきれいに埋まったはずですと。で、そうですね。はい。で、次にこの args 使って、いざと書いていくと。putD とかをしていきますと。コンボリューションをしていきますと。まず受け取るのは args ですね。args を受け取るのと、あと VA リストですね。ここで VA リストを定義しちゃいます。で、まず AP をスタート。ちょっと待ってください。VA スターグですね。VA アーグは、どういう書き方があるというと、こういう書き方ですね。まず VA スタートの AP とフォーマットですね。の AP とフォーマットを受け取ると。で、まずここでインクルードします。スタンダードアーグをインクルードしますと。で、VA スタートを書いたら VA エンドを読んでおきましょうと。バート。OK。で、そうですね、AP がこれで出来上がったので、これを使って、if もしですね、args の C ですね、が、まずは S から作っていくんで、ft-s と、こんな感じですね。イメージはこんな感じですね。で、これを、リターンすると。OK ですね。で、イントの ft-s と。で、t の args の v リストですね。プット系のイントのリターン値は全部あれですね、書き込んだ文字列の長さですね。書き込んだというか標準出力に出力した文字数ですね。で、width とかの設定値があるんで、それを保持するための変数を定義しておきますと。width は、もし hasWidth の時は、args の width ですね。で、0。width がプレシジョンとですと。はい。で、width とプレシジョンがありますと。で、まずですね、文字列の長さをチェックしておきます。そうですね、その前に、可変長引数から文字列を取り出します。で、S っていうのは、VA-arg ですね。arg のVA-arg の、書き方は何かというと、VA-arg のこうですね、AP と char アスターですね、こうですね。こうですね。で、もしこれ、不思議な仕様ですけど、S がもしなかったときはどうするかというと、ヌルのときですね。は、こういうヌルという文字列になりますね。で、レングスをチェックします。strlen ということで、レングスをチェックします。で、レングスですけども、レングスは、もしなければ0を返す。
で、そうでなければ足していくと、レングスは0で、while のレングスがある間ですね、レングスをインクリメントしていって、レングスをリターンすると。こうですね。で、レングスが分かりましたと。で、プレシジョンの指標ですね。プレシジョンが、実際に何文字出すかということですけども、プットレンという形で定義してあげると、プットレンはどうなるかというと、レングスがもしプレシジョンよりも大きければ、プレシジョンの長さ分だけ出力します。そうでなければ、レングスの分だけ出力しますと。で、ですねと。で、次、width の処理ですね。width の処理は、文字列の長さが width マイナス、プットレンですね。実際に、出力する文字の大きさが、これがもし正であれば、で、レスポンスの長さをレスということで置いておくと、レスイコール0にしておいて、レスプラスイコールの ft プットチャーの空白ですね。空白を書いて、width をマイナスにすると。OK。で、これで、空白分ですね。with の分だけの空白がいったので、あとは、レスプラスの ft プット str の l ですね。L っていうのは何かというと、もし、そうですね、書きたい長さの分だけってやつなんですけど、ちょっと見ていきますね。ftputstr は全部を書くんですけど、ftputstrl っていうのは何かというと、int レングスで、レングスの分だけですね。もし str がなければ、この時はそのまま何もせずに返す。で、レスポンスの長さをこうしておいて、while、ほとんど一緒ですね。str で、これちょっと一応、やりやすさのために i でやり、インデックスでやります。もし str の i ですね、があってですね、かつ i がレングスよりも短い時だけ、プットすると。そういうわけですね。ft プットチャーの stri と。で、これでリターンのレスと。これで ft プット strl となりますね。で、これで成したい文字列の分だけが出力される。これは適当に0でも返しておきましょう。これで S が完成したはずなんですけれども、ちゃんと動くのだろうかということですね。%S のまずはシンプルな捕鯨、会議を入れておいてと。どっかで止まってますねと。どっか止まってるの。どっか止まってる。メイクの ft プリント f。どっかで止まってますね。ループがどっかで止まってるということなんですけども、どこで止まってるんだろうかと。どっかで多分ループをバグってスティアルレンかな。ここでは大丈夫ですね。ちょっとどこで止まってるのかというところですけども、水は消してるける。プット S の、そうだ。ここが、そうだ。これ特に何もしないな。ここですね。ここ何もしなかったな。プットコンバージョンということで、args を出さないといけないですね。出力しないといけないですね。で、こうですね。プラス1個ですね。これでどうだ？止まるな。まだおかしいですね。どこでしょうか。ここで、
これリードアーグした後、イテレートをこうしないといけないですね。どうでしょうか。まだ止まる。パーセントを動かしてないんじゃないかという気がしますね。パーセント読んだ後に、パーセントの分だけ動かしてないような気がします。これっすね。ここをパーセントを動かさないといけないですね。どうだろう。まだだね。ちょっと手こずっておりますけれども、パーセント動かしてるはず。カッコで止まってて、パーセントが来たからパーセントを、動かして、リードアークスの、ここはお得意のプリントフデバッグをせざるを得ないか、ここでイテレートを回していって、こうしていって、リードアークスが怪しいっすね。でも、パーセント S だから、パーセントが来ていて、パーセントが、ここで止まって、次に行って、こうして、で、こう来て、デレート、こうして。そうだな、ちょっとあれですけど、一旦ちょっとプリント F デバッグをします。後で消すように、ここでステレアを呼んでおきます。40分ですね。書き上がるのか。ちょっと1時間半怪しいですね。2時間ぐらいかかっちゃうかもしれない。頑張っていきます。リードアーグ。ここでね、ちょっと詰まると微妙ですね。こういう感じね。無限ループ系ですね。無限ループ系。どっかでバグってますね。そうですね。ここがパーセントで、レスイテレートを入れていって、イテレートが出て、コンティニューしてるのはいいのか。パーセント S が来て、パーセント読みます。S が入る。ちょっと待てよ。イテレートがこうなってて、ここが無限ループしてってことは、思ったほど進んでないってことやねんな、多分。いや、でもおかしいな。パーセントか。ちょっと中身見てみるか。ちょっと、何がどうなってんや。イテレーションが、メイクパーセントいってないな。なるほど。やっぱパーセントにいってないね。パーセントが飛べてない。もしイテレーションがなければ、ここにひょっとしていかない、あるいは、ノットイコールですね、これ。ノットイコールじゃん。こうですね。これで、いけてそうな雰囲気がある。ますね。怖いですね。やっぱ条件文が1個ずれるだけで怖いですね。そして出てないですね。これはいいんですよね。S の分が出せてないよということですね。これはどういうことかな。put_s のこの if 文に入ってないような気がしなくはない。ちょっとこんなところでここには入ってる。ここには入ってますね。ここには入ってるんだけど、put_s の、ここで、どっかにバグがありますで、S がなければこれでよして、S が来て、プレッションが、そっか、わかったぞ。
そうですね。ここ分かりましたね。これ width とどっちもないから0になっちゃってますね。0になっちゃってるんで、これは、もし、has with プレッションがあるときだけですね。あるときだけこうなって、そうでなければ、そうでなければ、プットレンはそのままレングスになりますね。プレッションが設定されてたとき、こうなりますと。こうしとかないといけないですねと。いけてそうですね。で、じゃあ、これは消して、おっと。で、これでどうでしょうか。いけてそうですね。通りましたね。で、普通のやつはいけたので、適当に10文字と5文字とか、短い文字のやつとか、with が3とかのやつとか、10とか、あとは0で0ケースかね。0ってどうなんだろう。どっちかが書けなさそうですけど、で、これらの、ダメですね。with 0.10がダメですね。これは OK ですね。全部 OK ですね。で、一応ヌルの適もチェックしておきますと。本形をヌルの時のチェックも OK ですね。で、実際どういう出力になっているかもちょっと一応確認しておきましょう。これリムーブしているやつを一回消してと。で、ftprintf.text が、こんな感じですね。こんな感じになりますと。OK ですね。では、printf が一旦終わったので、一旦ここで、コミットしておきます。バグってるな。ちょっと git イニットしてなかったな。ちょっとまずいか。大丈夫か。大丈夫ですね。シャルコミットと。よし、OK。一旦ね、printf だけですけど、コミットしておきます。で、次ですね、putf できたんで、次、D ですね。D をやっていきます。で、ここで46分ですね。どうでしょうか。あと45分ぐらいで終えたいところですけれども、put D ですね。さっきと結構同じような感じなんですけど、で、put D も同じく with 数とプレシジョンがあって、width は何かというと、args の has precision with ですね。であれば、args の with で0と。ですと。で、int d ということで、d を、va arg から取ってきます。ap の、int ですね。で、これ d が取れましたと。で、今度ですね、ここも、レングスですね。レングスをまず確認しておきます。で、さっき作った etgetDigits という関数があるので、これで、レングスが取れますと。で、実際に出力するレングスですね、を putlen という形にしておくんですけれども、それとあとですね、パディングですね、ゼロパディングをするので、ゼロパディングを何個やらないといけないかということをやっていくんですけど、ここで、マイナスの時だけちょっとややこしいので、if 文でも書いちゃいます。パディングですね。パディングの値がちょっと変わっちゃうんですね。でパディングどうなるかというと、マイナスの時は、レングスのマイナス1ですね。
マイナスを除いた分と、プレシジョンを比較します。で、プレシジョンの方が大きければ、どうなるかというと、プレシジョンマイナスのレングスのマイナス1ですね。マイナスを除いた分で、やってあげる必要があると。で、そうでなければ0。パディングは0ですと。0じゃないときは結構シンプルですね。マイナス1がなくなりますと。こうですね。そうですね。レングスの分だけですね。これが0パディングの分ですと。で、じゃあ、フットレーンはどうなるかというと、実際に出力する数というのは、レングスプラスパディングとなるわけですね。OK。で、まずは、ホワイト、ワイルで with マイナス、プットレンですね。が、0よりも大きいときは、で、レスポンスの値も定義しておきましょうと。this equal 0。で、レスの値は、50 put char 空白を1文字ずつやっていきます。で、width を引き算しておきますと。で、これで空白が出ましたと。で、次に何をやるかというと、リターンの s プラス ft プット i っていう形にしておきますかね。文字、数字を、パディングを考慮した上で、出力するという感じですね。これどういう関数かというと、i ですね、インテジャーを、パディング付きで出力すると、そういう関数ですね。で、これを、ちょっと例外的にやっておきます。マイナス2とかっていう、これですね。これと同じような形で、i も、ですね、イントのミニマムの時は、ちょっともうダサいですけど、ちょっと例外的にやっておきます。つまり、イントのレスイコール0として、s プラスイコールのまずマイナスをプットしますと。で、次に、パディングですね。パディングの数だけ、プットチャーの0を出します。で、0出して、でもうやっちゃいますね。プットストリング。レスプラスイコールと。これをもう文字列でもうやっちゃいます。これでもうオーバーフローはもうこれで気にしなくてよくなります。で、もし d が0よりもちっちゃければ、同じくまずマイナスを出すだけですね。これを出すだけですね。出すだけですけど、d かけるイコールマイナス1と。で、これでもうマイナスはなくなりました。で、続いてここでパディングを出力していきます。で、これで、マイナスの後ろに0が続いたりとか、数字の形の前に0が続いたりしますと。で、あとは、プットしていくだけですね。if d を10で割った値があれば、ft プット i の再帰的にやっていきます。プット i の、d の10で割った値とパディング。ここではもう0になってるんですけどね。やっていきますと。で、そうでなければ、ft プットチャの、d を10で割った値の余りと、を、プラス0ですね。ASCII にしてあげて、こうですね。こうかな。これで、で、レスを返してあげると。これですね。これでプット i が完成できましたと。で、これで、d ですね。d の演算、d も
完成したと言ってもいいんじゃないかなと思います。罠がちょっとあるんですけど、ちょっとそれは後でやります。マイナス。一応イントミニマムを言っておきますかね。どこかに、これですね。こういうやつも一応テストしとかないとまずいですね。わお。どっかのなんかプレシジョンのパディング周りでなんかバグってますね。これですね。マイナス、いや違うな。パディング周りがバグってますね。パディングが0より、これは関係ないと思うが、どこでバグってるんだろうなという感じだけど、ちゃんとうまくいってますね。それがそうだったか。0より大きい時ってやるべきでしたか。ワーニング出てますね。ワーニング出てますね。でも、ちょっと待って。ちゃんとワーニング出てるんですけど、イントのミニマム値はちゃんとテストしたいんですよね。ftprintf.text と printf.text。大丈夫ですね。OK です。で、OK なんで、ミニマム値でいろいろテストしていきます。withs が0でどっちも0とか、5、0、10、0、20、0とか、0、5、0、10、20、0とか、この辺はどこまでやるんだというところですけど、ある程度でいいっちゃいいんです。本当はループで回すのが一番確実ですね、この辺は。全パターン網羅して。この辺ちょっとね、どこまでやるべきなのかというのがよくわかんないですね。とりあえずこんな感じ。おっと、そっか、全部ワーニング出てますね。ちょっとめんどくさいんで、フォーマットは取っちゃいますかね。-w フォーマット。なんだっけ。-w のノーだっけ。-w ノーフォーマットでいいんだっけな。これでいいんだっけな。プリント F の時はこうしますかね。いけましたね。大丈夫ですね。よし。出てますね。ちゃんと出てますね。できますね。はいはい。こんな感じですね。で、プリント F ってか、%d のですね、罠がありまして、それをちょっとまだ実装してないんで、それを実装していきます。何かというと、あとあれですね。これ、よく考えたら、変換指定詞を、プレシジョン未定義とかの時のこの、とか、あとは、この辺の定義、ドットケースね。この辺もテストしとかないといけないですね。問題なさそうですね。で、罠のところですね。罠が何かというとですね、with が何でもいいんですけど、with が何でもよくて、0ですね。0があったときにどうなるかということですね。まず with がなく、with しかないパターンの時の0とか、プレシジョンあるっぽいんだけど、未定義の0とか、
この辺ですね。この辺の扱いがですね、若干ややこしいということで、これはまだテストが落ちますと。で、どこが落ちているかというとですね、最後の3つですね。この3つですね。この3つが落ちちゃいますと。で、どんなテストケースかというと、こういうケースですね。プレシジョンの値がセットされているときに0が来たときってことですね。つまり、その条件を書く必要があります。ここですね。ここでですね、どうなるかというと、with は関係ないですよね。with は関係ないんで、ここのパディングですねと。もしですよけど、ここっすね。これプット i じゃない。プット d に書かないといけないですね。プット d、ここっすね。こっちですね。こっちの、ですね、ちょっと面倒なんですけども、if has、house のプレションが設定されていて、かつ、0が0で、かつ d が0の時ですね。この時はどうなっているかというと、違う。ft プリント f じゃなくて、プリント f テキストですね。どうなっているか。これですね。これがどうなっているかというと、10、これか。これですね。例えば with10 にしたとき、これ何文字あるかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10なんですね。で、0。ここ違うわ。ここですね。10で0。10で0と。で、0って本来1のはずなのに、1桁ですね。1桁なんだけど、それが表示されてないからスペースになっちゃってるんですね。それをやらないといけないです。で、これを対応していく。で、これを、やっていくんだけれども、この時にどうなっているかというと、レングスですね。レングスが、プットレンか。どこに書けばいいのかな。ここでまずレングスが、この時0にしちゃう。この時0にしちゃう。で、かつ、この時は、何も出さない。ちょっとあれですけど、ちょっとダサいけど、この時はもう、むしろ何もしないでくれということで、こうしますと。これでいいし、よしと。これでいいですね。つまり、桁数が0の時は本当は1なんだけど、その時だけは、桁数が出ない。かつ、0も出力しないということになります。これだけちょっと注意が必要ですね。この辺が仕様的にややこしいところですけれども、一応0で10とか、ちゃんとこの辺のやつが出るかどうかテストしておきましょう。大丈夫ですね。1時間経ちました。あと D まで来たんで、X ですね。X を出せば OK です。X を行きましょう。で、ここですね。これで同じように C が X。の FT プット X と。同じですね。ここら辺は結構同じように書けます。ほぼプット D と同じような形ですね。T、args の VA リスト AP、int beats。ちょっとこの辺はコピってきます。ほぼ一緒なんで、ここら辺はコピます。で、D に割って、で、16進数ですね。16進数なので、事実の数が16進数になります。なので、ftGetDigits ではダメで、
X ってやっちゃいます。本当はこれベースでやればもっとうまくできるんでしょうけど、これを改造してですね、改造したらいいんですけど、今回は別で作っちゃいます。ftGetDigits と共有でできるんですけど、ほぼ。unsigned int ですね。unsigned int の、UD とかしときましょう。16進数なんで、キャストしちゃいます、unsigned に。で、digits を定義しておいて、digits イコール0と。で、結構シンプルで、この辺の上の条件がほとんどないんですね。UD が16で割った値があれば、digits をプラスする。で、UD に16で割った値を入れると。で、最後に余った分をやっておきましょうと。これただこれだけですね。これでよしと。はい。これで OK です。ftGetDigitsX と。あれそうですね。事実をゲットしておきますと。はい。で、これでレングスが取れましたと。で、これ同じなんですね。この辺一緒なんですね、実は。この辺の条件は一緒なんで、ここは一緒でよして、パディングですね。パディングがどうなるかというと、これはマイナスがないので結構シンプルで、レングスがプレシジョンよりも、ちっちゃければプレシジョン引くマイナスレングスになって、送電圏を0にしておきますと。で、実際に表示するレングスっていうのは何かというと、レングスプラスパディングになりますと。レングスプラスパディングですと。ですってと。で、出力する文字数と、プットレンですね。が0であれば、ですプラスイコールの ft プットチャーの with をマイナスで置きますと。で、ここも一緒なんですね、実は。ここも一緒で、ここが0の時はこの条件にしておいて、リターンのですプラス ft プット x みたいなやつを作っておきましょう。で、パディング分だけ。で、プット i とほとんど一緒ないですね、これも。これもほとんど一緒で、ft プット i x ですね。int t int パディング。もうここもアンサインドイントで受けちゃいましょう。キャストしちゃって、アンサインドイントにキャストしちゃって、レスを入れておいて、そうですね。パディングの分だけまず、レスプラスイコール ft プットチャーの0を出しておいて、d が、ud にしておきましょう。アンサインドってことで、16で割った値があれば、レスプラスイコール ft プット、x の UD の16で割った値を入れてくださいねと。こうですね。これでよしと。で、最後に、残った分をプリントしますと。プットチャーなんだけれども、めんどくさいので、%16 で割った値が10よりも以上の時ですね。10以上の時とそうでない時で処理を分けます。で、プットチャーの FUD の %16 を割った値が、10以上の時ですね。10以上の時なんで、マイナス10をしてあげて、これにプラス A、16進数ですね、にしておきますと。で、そうでないときは、シンプルに、
UD16 で、これがプラス0ですね。で、リターンのテスト。これで putX 完成と。OK。で、putX が完成と。これで完成と言ってもいいんじゃないかなという感じがしますね。なんで、一応これでテストを、書いたので、これを全部 X に変換しておきますと。これどうかと。大丈夫そうですね。で、実際にどんな感じになってるかって、こんな感じですね。なんか、あれですね、特殊な値でやってるんであれですけど、例えばもうちょっと変な値というか、もうちょっと違う値に、してあげたとしたら、147483648、これ覚えられないですね、さすがにね。1234とかにしてみましょうかね。どんな感じになってるかというと、そうですね、こんな感じですね。こんな感じになってるはずと。で、大体完成と言ってもいいんじゃないかなという気がするんですけれども、そうですね。なんか試してないのといえば、例えば、複数がなんかこう来たときですね。例えば、パーセント10、パーセント D とか、パーセント X とか、こういう感じで、いろいろ来たらどうなんねんと。フガの10のマイナス123とか、こういうのちゃんとできるのかいということですけど、できてそうですね。できてそうな雰囲気がありますね。ちゃんと比較した結果も同じになってますと。ということで、大体というか、完成したんじゃないでしょうか。完成したんじゃないでしょうか。完成ですね。はい。ということで、ftprintf 完成です。実はですね、これ、GitHub、全部一応コミットしておきましょうかね。で、ですね、実は GitHub にですね、テストするやつがあってですね、それちょっと最後にかけてみますかね。テスト SH ということで、GitHub にあるんですね、そういうのが。便利なもので。テスト SH ということで、ドットテスト SH。GitHub に上がるこういうものがですね、実は上がってましてですね、これでのテストケースがどうなるかということで、これもテストしてみます。テストケースが落ちてるんでですね、それもテストしてみます。で、R と Y ってことで、beamdiff の R と Y ってことで、これですね、それぞれの結果がいろいろ出て、いろいろなテストケースやってるんですけど、それでも、うまく通ってそうですね。ということで、完成いたしました。ということで、ストップします。はい、1時間12分ですね。1時間で書くのはちょっと難しかったですけれども、大体1時間12分で書き上げることができました。途中ちょっと、S あたりですね、ちょっとなんか原因不明というか、なんか謎のことが起きて、ちょっと焦りましたけれども、でも、大体そんな感じでできるかなという感じで、本当はですね、S とか D とか X だけじゃなくて、いろんな指定詞、変換指定詞があるんで、全部やろうと思ったら何時間かかるんだろうなって思います。シャープだったりとか、ゼロだったりとか、マイナスプラスとか、いろいろある、アスタリスクとかもありますし、
いろいろ全部やろうと。あとはですね、フロートとか、不動小数点数周りとかはかなり大変というか、私もちょっとやったことがないんですけれども、そことかをやろうと思うと結構大変だろうなと思うんですけれども、結構いろんな勉強になるのでおすすめかなと思うんで、ぜひスクラッチでですね、書くのをやってみてもらったらいいんじゃないかなと思います。ちょっとですね、1個忘れてたことがあったので、ちょっと追加でやってきます。で、何かっていうと、返り値のテストをしてなかったですね。返り値のテストをしてなかったので、それをちょっとやっておきます。で、返り値なんですけど、ここでレスを受け取ってるんで、そのレスをそのまま吐いて、それも比較対象にしましょうということですけども、こうします。で、ですね、これ単にこれでやるとどうなるかというと、テスト .sh ですね。単にやると何かというと、そうですね。レスを比較するんですけど、これ単にやるといろいろデフが出ますよっていう話なんですけど、これはバッファリングの問題が起きてまして、バッファリングをちょっと無効にしてあげる必要があります。じゃないと、先に、全部のプリント F が出された後に全部、後からレスが全部出るっていうことになってるんで、このバッファリングをしてあげます。で、何かというと、セット v バフというのがあります。これ、違う、セット v バフですね。で、これでこんな感じの、定義。これをそのままやっていきますね。で、で、このバッファリングオフにするっていうのはこれですね。アンバッファードっていうことで、IONAF を読んであげる。これを最初になんかバグってますね。バフの、これですね。これ。よし。コピーしてあげて、はい。こうですね。で、ストリームはスタンダードアウトですね。で、これは0。で、これが、おっと、V、マンセット。これですね。これの NBF ですね。これですね。なんか、できてないですね。これですね。よいしょ。で、こうですね。で、これはサイズ0でいいんじゃないかな。これでいいのかな。これでいいのかな。これでいいのかな。これでいいんじゃないかな。これでどうでしょうか。で、これでバッファリングがうまくいって、そうですね。リターンバリューも全部ちゃんとうまくできてますね。そうですね。このブランバリューは、各プットチャーで、なんか、レスとかってやってたやつですね。これに全部、書いた文字を全部、何文字かっていうのを計算して、それをレスして、それを足し合わせたりとかして、結果を出してるって感じですね。これもうまくいってるみたいですね。ということで、今度こそ終わりかなと思います。はい。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。